江戸の人々が信じた最強の守護神お犬様大和尊を救い、1905年に絶滅したニホンオオカミの光と影。皆さんこんばんは、ヨッシーです。現代の玄関先や歴史ある寺社の門前でこんなお札を見かけたことはありませんか？実はこの守り神、100年前に日本から消えた動物だったのです。可愛いペットの犬とは一線を画す鋭い牙と引き締まった体躯。江戸時代、人々はこの存在をお犬様と呼び、最強の守護神として崇めていました。今夜は神話に端を発し、江戸を守り、そして歴史の闇に消えていったニホンオオカミ、その光と影の物語を紐解きます。第1章、神話の起源。大和尊を救った白オオカミ。物語の始まりは遥か神話の時代に遡ります。東西の途上にあった大和尊の命は険しい山中で邪神の霧に巻かれ、行く手を失いました。絶体絶命の危機に現れたのは一頭の巨大な白い狼でした。狼は大和尊を導き、無事に窮地を脱出させます。大和尊は感謝し、山の神としてここにとどまり人々を守れと命じたといいます。これが秩父の三峯神社や武蔵御嶽神社に伝わるお犬様信仰の原点。狼は単なる獣ではなく、神の意志を伝える使者、使いとなったのです。第2章、江戸最強のセキュリティ、火伏せと盗難よけ。江戸時代、この神話は庶民の間で爆発的な信仰へと変わります。火事と喧嘩は江戸の花と言われましたが、一度火が出れば町は壊滅します。人々はお犬様の方向は火魔を追い払い、その鋭い花は泥棒を察知すると信じました。現代の防犯カメラや警備会社がない時代、片道数日かけて険しい山へ登り授かってきたお犬様のお札は、江戸っ子にとって何よりも信頼できる最強のセキュリティシステムだったのです。第3章、悲劇の転換点、狂犬病と害獣への変貌。しかし江戸後期から明治にかけてお犬様の運命は暗転します。海外から持ち込まれた狂犬病の蔓延です。神の使いであったはずの狼が病によって理性を失い、人を襲う恐ろしい獣へと変貌してしまいました。
さらに明治政府による家畜保護のための害獣駆除が始まり、お犬様には賞金がかけられました。信仰の対象だった神はいつしか駆除すべき敵へと追いやられていったのです。第4章、絶滅、そして伝説へ。1905年、奈良県の東吉野村で捕獲された若いオスの一頭を最後に、ニホンオオカミは歴史の表舞台から姿を消しました。日本人が神として敬い、共に生きてきた存在の絶滅。しかし、本当にお犬様は消えてしまったのでしょうか。今も山奥で背後を誰かが守るように歩く送り狼の気配を感じるという人が絶えません。お犬様は今も私たちの知らない深い森の奥で静かにこの日本を見守っているのかもしれません。最終章、現代につながる絆。いかがでしたか。神として崇められ、獣として恐れられ、そして伝説となったお犬様。1905年、ニホンオオカミは姿を消しました。しかし、本当に全てが消えてしまったのでしょうか。山を見つめる犬の瞳の奥には遠い祖先の記憶がまだ静かに眠っているのかもしれません。もしあなたの愛犬が夜何もない闇に向かって吠えていたら、それは遠い昔から続く山の守り神があなたをそっと見守っている合図なのかもしれません。それではまた次の歴史の物語でお会いしましょう。ヨッシーでした。